気になってたんですけど、なんで株は何種類か持った方がいいって言われてるんですか？1個めっちゃ上がる株を見つけたら、それに全部突っ込んだ方が儲かりません？いい疑問ですね。実は、なんで分けるとリスクが下がるのかを70年以上前に数学で完全に解き明かした人がいるんです。70年前。そんな昔から分かってたんですか？しかも、書いたのは26歳の大学院生。これを知ると、投資の見方がガラッと変わりますよ。26歳。私よりちょっと上くらいじゃないですか。バイトのシフトで悩んでる場合じゃなかった。比較対象がバイトのシフトなのは気になりますが、まあ、その危機感は悪くないです。で、その天才さんは誰なんですか？ハリー・マーコウィッツ。1952年にジャーナル・オブ・ファイナンスという一流誌に、ポートフォリオ・セレクションという論文を発表しました。ポートフォリオセレクション。ポートフォリオって推しのグッズコレクションみたいなものですか？グッズは基本的に値上がりしませんし、推しの引退で価値がゼロになるリスクがあるので、投資とは言いません。ポートフォリオは自分が持っている金融資産の組み合わせのことです。推しの引退リスクをそんな冷静に分析しないでください。泣いちゃさて、マーコウィッツがこの論文で問いかけたのは、まさにひなちゃんと同じ疑問なんです。う。私と一番儲かりそうな株に全部入れればいいんじゃないの？これ、当時の投資の世界では本気でそう考えられてたんです。同じ。黒もそう思ってたの？じゃあ私の考え、時代の最先端だったってことですか1952年の最先端ですね。70年遅れとも言えますが、うわー、じわじわ刺さる。マーコウィッツはこう考えました。リターンだけ見て選ぶのは片目をつぶってるのと同じだと。片リターンという、どれだけ儲かるかだけじゃなく、リスクという、どれだけブレるかも一緒に見なきゃダメだ。と、この2つをセットで数学的に分析したのが革命だったんです。目。ああ、儲けだけ見てたらダメで、どれだけ値動きが荒いかも大事ってことですね。悪くない理解です。今褒めてくれました。録音しとけばよかった。解釈が都合よすぎます。さて、ここからが本題です。マーコウィッツがこの論文で明かした最大の秘密。それは、ポートフォリオのリスクを決めるのは、個々の株のリスクじゃないということです。個々の株のリスクじゃないなら、何が決めるんですか？株同士の相関関係です。つまり、A と B の株が一緒に動くか、バラバラに動くか。これがポートフォリオ全体のリスクを決定的に左右する。相関関係。一緒に動くとか、逆に動くとか。そうです。例えば、傘屋さんとアイスクリーム屋さんを想像してください。傘とアイス。急に可愛い話になった。雨の日は傘が売れるけど、アイスは売れない。晴れの日はアイスが売れるけど、傘は売れない。この2つは逆に動く関係ですよね。確かに、片方がダメな時に、もう片方が助けてくれる感じ。その通り。この2つを両方持てば、雨でも晴れでも安定して収入がある。これが相関が低い資産を組み合わせるということの本質です。じゃあ逆に、傘屋と傘屋を2つ持ってもダメってことですか？ひなちゃん、今かなり鋭いことを言いましたね。そうですか。なんか適当に言っただけなんですけど。適当で正解を出すのはある意味才能です。その通りで、似た動きをする株をいくら集めても、リスクはほとんど下がらないんです。それって、推しグループの A 単と B 単が同じグループだと、解散したら両方終わるのと一緒。ライバルグループも押しておけば安心みたいな。その例え、意外と的確ですね。同じグループ内で推しを分散しても、グループ自体のリスクには対応できない。違うグループにも分散する、と。さりげなく認めてくれた。嬉しい。喜ぶのは自由ですが、推し活と投資は別物です。さて、マーコウィッツはこの相関を数値で表しました。相関係数といって、
プラス1からマイナス1の間の数字です。プラス1とかマイナス1とか、どういう意味ですか？プラス1は完全に同じ方向に動く。マイナス1は完全に逆に動く。0は全く関係なくバラバラに動く。あ、さっきの例で言うと、傘屋とアイス屋はマイナス1に近くて、傘屋と傘屋はプラス1に近いってことですね。完璧です。マーコウィッツの論文の核心はここで、相関係数が低い資産を組み合わせれば、リスクを下げながらリターンを維持できる。これを数学的に証明したんです。リスクが下がるのにリターンは下がらない。そんなうまい話あるんですか？あるんです。これが分散投資のすごいところで、ただ、たくさん持てばいいんじゃなくて、動き方が違うものを組み合わせるのが鍵。卵を別のカゴに入れるだけじゃなく、カゴの種類を変えろ、ということですね。卵のカゴ。あ、卵を一つのカゴに盛るなってやつ、聞いたことあります。そうです。でもマーコウィッツの発見はその先にある。同じ素材のカゴを3つ用意しても、棚ごと倒れたら全部割れる。木のカゴ、金属のカゴ、布のカゴ、と素材を変えてこそ意味がある。なるほど。数だけ増やしてもダメで、種類が大事なんだ。ここまでが前半の核心です。そして、マーコウィッツはさらにもう一歩踏み込んだ。ここからがこの論文の最も美しいパートですよ。先生、今ちょっとテンション上がってません？気のせいです。さて、横軸にリスク、縦軸にリターンを取ったグラフを想像してください。横がリスクで、縦がリターン。はい、想像しました。いろんな資産の組み合わせ方をこのグラフに全部打っていくと、ある領域が見えてきます。そして、その領域の上端に、これ以上リスクを下げられない限界の曲線が浮かび上がる。限界の曲線？マーコウィッツはこれを効率的フロンティアと名付けました。この曲線の上にあるポートフォリオは、同じリスクで最も高いリターンが得られる。つまり、最適な組み合わせということです。効率的フロンティア。名前がかっこいい。RPG の最強装備みたい。RPG の例えは初めて聞きましたが、防御力を下げずに攻撃力を最大にする装備の組み合わせ、と思えば、まあ、遠くはないですね。やった、認められた。じゃあ、この曲線の上に乗ってないポートフォリオはどうなるんですか？曲線より内側、つまり下にある組み合わせは非効率です。同じリスクなのにリターンが低い、もしくは同じリターンなのにリスクが高い。もっと良い組み合わせが存在するのに、それを選んでしまっている状態。それって、同じ値段のランチなのに、わざわざ美味しくない方を選んでるみたいな。そうです。同じ800円払うなら美味しい方がいいでしょう。効率的フロンティアの上にいれば、あなたは払ったリスクに対して最大のリターンを得ている。お金の話なのにランチで理解できちゃった。マーコウィッツさん、こんなすごいことを卒論レベルの年齢で書いたんですよね。ええ。そしてこの論文は後に、1990年のノーベル経済学賞の受賞理由になりました。発表から38年後のことです。ノーベル賞。26歳で書いた論文がノーベル賞になるって、私も卒論頑張ろうかな。方向性は良いですが、まず卒論のテーマを決めるところからですね。そこからだった。さて、ここからはこの論文が私たちの実際の投資にどう使えるか、という話をしましょう。待ってました。傘屋とアイス屋を買えばいいんですよね。傘屋株とアイス屋株を探すのはやめてください。あれは概念の説明用の例えです。じゃあ具体的にはどうすればいいんですか？マーコウィッツの論文が示した原理を現実に当てはめると、大事なのは資産クラスを分けることです。株と債券、国内と海外。これらは相関が低い傾向があるんです。株と債券って逆に動くんですか？常に完全に逆というわけではありませんが、歴史的に見ると相関が低い時期が多い。株が下がる局面で債券が上がる、あるいは安定している場面が多いんです。まさに傘屋とアイス屋の関係だ。
そうです。そして国内と海外も同じ理屈。日本だけに投資していると、日本経済が沈んだら全部影響を受ける。でも海外にも分散していれば、一方がカバーしてくれる可能性がある。なるほど。日本のアイドルだけじゃなく K-POP も推しておけば、片方の業界が冷えても安心みたいな。また推し活に変換しましたね。しかもその例えだと、業界が冷えるというマクロリスクまで考慮していて、悔しいですが、構造は合っています。悔しいって言った。今日一嬉しい。嬉しがるポイントがおかしいです。さて、もう一つ大事なことを話しますね。マーコウィッツのこの論文は、後の金融理論の土台になりました。キャップ M という資産価格モデルも、インデックス投資の理論的根拠も、全部この論文から始まっているんです。インデックス投資って最近すごく人気ですよね。あれの元ネタがこの論文なんですか？元ネタの一つですね。市場全体に広く分散して投資するという発想は、まさに相関の低い資産を幅広く持つというマーコウィッツの考え方の延長線上にあります。70年前の論文が今のインデックス投資ブームにつながってるってすごくないですか？ええ。良い理論は時間が経っても色あせない。ハリー・マーコウィッツのポートフォリオセレクションは、まさにそういう論文です。では、今日の内容をまとめましょう。一つ目、分散投資で大事なのは、数を増やすことじゃなく、相関が低い資産を組み合わせること。二つ目、リスクとリターンの最適な組み合わせには、効率的フロンティアという限界曲線がある。この曲線の上に乗れば、同じリスクで最大のリターンが得られる。三つ目、具体的には株と債券、国内と海外のように、異なる資産クラスに分散させることが本質。これが現代のインデックス投資にもつながっている。先生、今日めちゃくちゃわかりやすかったです。とにかく分散しろの意味がやっと腑に落ちました。とにかく分散じゃなくて、正しく分散ですよ。今日のポイントはそこです。正しく分散。じゃあ私、まずは推しグループだけじゃなくて、投資の勉強にもお金を分散させます。それはある意味、人生のポートフォリオの最適化かもしれませんね。今の絶対褒めてますよね。よし、マーコウィッツ先輩に負けないように頑張ります。先輩呼びは自由ですが、まず証券口座を開くところからですね。それもそうだった。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。コメントも待ってます。じゃあ、またね。